がすごい来てる。バラ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 って来てますね。なんかやっぱりダメだね。浮いてるみたいな感じがするんですよ。こんばんは。今ちょっと高速道路行って帰ってきたところなんですけど、ずっと2年ぐらい前から懸案だったこのシミ現象ってやつですね。高速になると、ボディが振動すると。でこちらなんですけど、2年間ですね、買った時から、最初の頃から気にはなってたんですけど、そんな、すぐ治るだろうと思って、タイヤ周りとかをいろいろチェックしてきたわけなんですけどね。ちょっと今までにやったことっていうのがですね、最初これの純正ホイールを履いた状態で高速道路に乗った時に気づいたんで、早速その純正ホイールの方、タイヤの空気圧をチェックしたり、あとホイールナットを一回外して締め直してでやって、変化なしだったんで、今度はホイールのバランスですね。18インチのホイールのバランスを取ってもらったと。結構バランスが合っていなかったっていうのもありますんで、もう一度ちょっとそこ直してもらったと。でそれでもまだ変わりがなかったんですよね。でその後に19インチの方ですね。19インチのホイール、何やったんだっけね。19インチのホイールの方はやっぱりこちらもバランスを取ってもらって空気圧をチェックして、でさらにハブリングがおかしかったっていうのもありましたんで、ハブリングも新品に変えてやったと。でその状態では変化なかったので、今度はこれも YouTube の情報で見たやつなんですけど、ハブボルトが傷んでたみたいな話があったんで、そのハブボルトを交換するときにそのボルト穴の方が結構傷んで、結構締めるのに硬かったりとかちょっと異常があったので、タッピングをして、穴をきれいにしてから新品のハブボルトをはめて、で高速道路に行ってみて、やっぱり治んなかったんですよ。でそうなってくると次は何だろうってことで、アライメントですよね。タイヤの、アライメント、少しハンドルが右に取られるとか、そういったものが治る調整なんですけど、アライメント調整、2万3万かかったのか。でフロントアライメントの調整ってやったんですけど全然変わらず、余計なんか直進安定性がなんか悪くなったような感もあるぐらいだったんですけど、でももともとこのシミ現象にアライメント調整っていうのはあまり意味がないらしいです。後で聞いたところによると。失敗したなと、無駄な金を使ったなっていうのがあるんですけどね。でその後にですね、この19インチの車外ホイールの方ですね、かっこいい方なんですけど、せっかくだからこちらのタイヤの方で、正常な走行がしたいっていうことで新品のピレリに交換したんですね、4本とも。で変えてすぐ高速道路行ったんですけど、それでもやっぱりダメだったと。でこうなってくるとなんだろうなってことで、今度はいろいろとアウディの TT フォーラムって海外のサイトありますけど、あちらの方でやはり同じシミ現象に悩んでる人たちが結構いて、でもうそこまでいろんなとこチェックしてダメだったら、もうイヤサカっていうメーカー、日本のイヤサカというメーカーのホイールバランサーがいいと。あれなら完璧なバランスが取れるはずっていうことで、
それの機械が入ってる店を探したんですね。で群馬にあったんですけど、でそのイヤサカのホイールバランサーでいろんな細かい調整をしてもらったんですよ。でこれでどうだろうと思って高速行きましたら少しだけ良くなった。でもやはりシミ現象は起きるとなると、なんだろうねっていうところで、そこら辺でですね、YouTube のコメントで遮光調整キットを入れたら、そのブレが治ったと、シミ現象が治ったという人のコメントがあって、その時はそんなこともあらあねみたいな感じだったんですけど、よく考えてみるとなんで遮光調をつけたら治ったのかなっていうところで、またちょっとその足回り関係いろんな情報を調べたんですよ。そうしたら一つ出てきたのがバネ下重量ですね。ホイールが例えば重くなったり軽くなったりで、やはりかなりそのショックアブソーバーとの関係が狂ってくると。それによって振動が発生することもあると。それもあり得るなと。でしかも無料でくれた19インチホイールなんてきっと重いんだろうと思って、先日重さ測ってみたんですよ。18インチのホイール、タイヤ付きですけど、測ったら23キロで、19インチの方もぴったり23キロなんですよ。ってことはバネ下は一緒と、重さは一緒。あと何が違うんだろうなと思ったら、そのタイヤの厚さですよね。タイヤの厚さが40から35になってるんですよ。少し5ミリ薄くなってるってことかな。そうすると下からの影響がタイヤが薄いから硬いですよね。空気圧も29近く必要ってことで、結構硬くしてあるんですね。でタイヤが硬いとボディの方に振動がたくさん来るわけですね。でその時にショックアブソーバーがそれをうまく吸収して、でバネがそれを抑えながら走るわけですけど、もしかしてと思って、今7万キロ走ってますけど、ショックがへたってる。でへたってる感じがしなかったんですよ。もともと日本車よりも硬い感じがするんで、しっかりした足回りだなと思ってたんですけど、でも7万キロもしかしたら少しへたってきてると思って、でへたってきたらどうなるかっていうと、柔らかくなっちゃうわけですよね。グッと押さえないでふんにゅふんにゅっていっちゃうと。でしかも戻りが遅いっていうのがへたってきたショックの動きですけど、そのタイヤを硬くした時ですね、重さ変わらずにタイヤの扁平だけ下げて硬くした時に、ショックが柔らかいと跳ねるよねと。だからそれもしかして少しそれ影響あんのかなと思いまして、ここでショックアブソーバーの方が減衰率調整できるやつですね。例えば少し硬くするとか、そういったものがあれば実証できるわけですよ。少しタイヤを変えた時にそのショックの硬さをここにしないとそのシミが起きるとか、そういう数字がきっと出てくるんじゃないかなと。その辺の計算式ってとんでもない難しくて、私数学大嫌いなんでもう感覚でしか言いようがないんですけど、これはちょっとありえるなと思ってるんですね今で。よくよく考えてみたらなんだけど、タイヤをね18インチと19インチ2種類使ってどっちでもシミ現象が起きるってことは、もうタイヤじゃないんですよ原因は。早く気がつきゃよかったんだけど、それだよね。タイヤよりも上の部分と、これは間違いないなと思ってます。でさっきのそのショックアブソーバーの車庫調の話が出る前までもう完全にね、もうこれ
ドライブシャフトだなと、ドライブシャフトがこれ曲がってるんじゃないかとか、ドライブシャフトの両脇についてるCV アスクルですか、 CV アクスルねあの CV ジョイントの部分が少しすり減ってきてて、そのせいでやっぱり、ガタが来てるんじゃないかと思ったんだけど、結局その寸前に車検行ってるじゃないですか。で車検に行った時に車持ち上げてからこうハンドルをこう切ってください、あとボディガタガタ揺らされるとかいろいろやったんですよね。であの時にガタはなかったみたいなんですよ。でその時にガタがあったら、もうこれドライブシャフトがもうグラグラですよとかなんかあったんじゃないかなと思うんで、ドライブシャフトとか、あとハブの真ん中についてるベアリングですね、ハブベアリングとか辺りの異常はないだろうなと。一応この間持ち上げてアンダーカバーも外して、でもう一度そのドライブシャフトのガタはないかと、ガタが思いっきり引っ張ったりしたんですけどね、もう何の異常もないんですよ。ビクともしない。で他にもマルチリンクサスってことでいろんなものがこう組み込んであるんですけど、一つどれ触っても異常はないですね。あとマルチリンクサスペンションの場合弱いのがブッシュ周りっていうのがあるんですけど、ブッシュも全部もう細かい、そこら中こんなにブッシュあったんだと思って、後でこれどっか傷んだらめんどくさいなと思ったけど、そいつらもみんなチェックしたんですけど、もちろん潰れてはいるけれども、切れてることはないし、どっか異常っていう感じのものは見えなかったんですよ。そうなってくるとやっぱり残るはサスペンションだなと。といったところで、今サスペンションを変えたいと。で例えばですね、今のこれのノーマルと全く同じ交換部品としてビルシュタインの B4 ってやつがちょうどこれの交換部品に合致するんですよね。でショックアブソーバーだけだと、フロント左右だけで5万円で交換できるみたいな。でももしそれで違いが出ないとかなんか発生してしまったらもう大ショックなんで、できればその減衰調整、その硬さの調整ができる機能だけは欲しいんですよね。昔ジムカーナやってた時は茅場のショックアブソーバーがその上でドライバーで硬さが4段階に変えられるやつとかあって好んで使ってたんですけど、今見たら TT 用の茅場なくなってんですよね。全く見当たらない。海外にあるのかわかんないけど全くねネットで見つけられなくて、でショックアブソーバー何がいいかなっていうのを探しても情報がよくわかんないんですよね。で結構名前出してる人がいるんで調べてみると、どうやらそのショップが推奨してるだけのことだったりとか、いつもそのショップはショックを変える時にはいつも同じメーカーのものをいつも入れていると、そういったものがあるんで、ちょっとねそういうのではなくちゃんと自分で選びたいなと思って、でしかも高いじゃないですか。フロントだけ変えるっていうのもちょっとあれなんで、フロントとリア4本変えるとなると結構するんですよね。でそうネットで紹介してるとか、これに TT で交換しましたみたいなのを見ると平気でなんか15万から30万ぐらいするみたいな、多分サスペンションとスプリングのショックアブソーバーとスプリングのサスペンションキットみたいな感じでさらに車庫帳ついてみたいな感じのキットで買ってるから高いのかもしれないですけど、今必要なのはショックアブソーバーだけなんですね。スプリングはさすがにね大丈夫だろうと思いたい。
だからね、ショックアブソーバーだけを変えたいと思って、今安くてその減衰率が変えられるショックアブソーバーで、コニー KONI って書いてあるあのメーカーさんのスポーツモデルのやつ、あれがねまあまあなんですよ。7万円ぐらい、フロントだけで。でリア合わせてもう10万いくかどうかってとこなんですよね。でもうちょっとそれに変えたいなということで、今ちょっと、変えるにしたって、それのアッパーマウントだったりとかね、フロントリアのアッパーマウント、その辺を全部交換してなんていうと、4万プラスさらに工賃だって、もし持ち込みなんていうと、5、6万取られるんですよね。4本交換っていうと、そうなってくると20万コースになっちゃうんで、ショックアブソーバーも自分で変えてみたいなというところまで考えてます。でショックを交換っていうともうマルチリンクだからめんどくさいんですよね。結構力技でこうこじ開けて引っこ抜くみたいな、そういったものもあるのでちょっと悩ましいとこなんですけど、でさらにショックを交換する作業したらアライメントが狂ってくるっていうのがほとんどなので、アライメント調整も含まれるとさらにまたフロントだけで3万、リアもせっかくだから一緒にやって4、5万ってところになっちゃうんで、ちょっとね今ねこの時期にお金をそんなに使えないんで、ちょっと今悩んでます。でも大体絞り込めてきたなっていうのが今回の、動画の趣旨なんですけど、タイヤじゃなかったと。一番最初にタイヤを違うタイヤに交換して同じ現象が起きているって言ったところですぐ次の段階に進めばよかったんですよね。そうすれば無駄金使わずに今頃ショックぐらいは変えられたのかもしれないんですけど、皆さんもちょっといろいろと悩むところではあると思いますが、やって損はないなっていうのはイヤサカのホイールバランサーですね。あれはねやっぱりタイヤ買った時にはあの機械を通すべきだと思う。本当すごいんですよ。タイヤを普通ブーっと回して、でこっちに 10g こっちに 20g みたいな重りつけるじゃないですか。その時にちゃんと路面に設置させるんですよね。で設置させた状態で回してって、でここに何グラム、真ん中辺に何グラム、しかもタイヤとホイールの関係上少しずらして10センチのところまでずらして再度測れとか、すごい細かいものが出るらしいですね。ちょっとフロント2本、リア2本か4本やって、ピット ORC さんっていうところでやったんですけど2万円ぐらいだったんですよ。あれはねほんとやって損はない、安いし、その金額だったら出す価値はあるなと思いましたね。是非そんなとこからやって、それでもダメだとなったらその上の部分ですね、足回りの、サスペンションあたりを疑ってみるのもいいかと思います。実際その TT はそのショックアブソーバーとそのタイヤの関係、そこら辺がシビアに拾っちゃうらしくって、そのせいでちょっとしたバランスの狂いで振動が出るのかなとも思うんですけどね。ちょっと一つの、例として、本当だったらここでショックを変えたら治りましたっていう動画を撮りたかったんですけど、その前に、ここまで分かりましたっていう動画にしてみましたんで、ちょっとご参考になればと思います。それではまた。